はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。毎日暑いね。はい。皆さん熱中症とか気をつけてくださいね。ね。今日はですね、あんまり、明るい話じゃないっていうか、なんだろう、答えがない話というか、なんですけど、幸せってなんだろうなっていう突然どうしたって話なんですけど、別に私悩んでるとかじゃないですよ。なんか病んでるとかじゃなくて、でもなんか最近のその社会に対して疑問を持つことがやっぱり多くてですね、最近はなんかこう、幸せ、人間にとっての幸せってなんだろうって最近すごい、思うんですよ。もちろんね、人それぞれ幸せって違うじゃないですか。うん。私の場合は、なんかこう生活できる程度のお金があって、好きな趣味とかもできて、好きな人たちと一緒に会ってお話しして、なんか美味しいご飯を食べて猫と遊ぶ、それが最近の私の生活の幸せというか。うん、でも中にはすごい有名になってもうセレブの生活をしたいとか、超お金持ちになって大富豪になりたいとか、なんかいろいろあるじゃないですか、幸せって。本当に人それぞれマジで。なんかモテモテの生活をしたいとか、大家族作って子供に恵まれていっぱい家族を作りたいとか、まあ一人で独身でそのまま好きなことだけしていきたいとか、好きな人と二人だけで生活していきたいとか、いろいろあると思うんですけど、なんか最近わけわかんなくなってきて、なんかっていうのも、なんか SNS とか、情報社会じゃないですか、今って。インターネット社会、情報社会って言われていますけれども、本当にその情報社会って人間にとってプラスだったのかなとか、ちょっと考えるんですよね。なんかこう技術が進化したことによって人間にとってプラスなのかマイナスなのか。例えばですね、SNS だけじゃないんですけど、ネットが普及したことによって、最近は、TikTok とか Twitter、YouTube とか見てると、もう自動的にいろんな情報が入ってくるじゃないですか。なんか10年前の、ネットが普及し始めてインターネットがあるツイッターができ始めたぐらいのレベルの時って、自分が知りたいものを探して自分でその世界に行くっていう感じだったじゃないですか。でも今ってもう強制的にいろんな情報がブワーって入ってくるんですよね。そう。それは楽だし楽しいし便利だしいいと思うんですけど、でも反対になんかそうすることによってなんか何もしたくなくなるんですよね。そういう人いませんか？なんかもう疲れちゃって情報がいっぱいいっぱい入ってきちゃって疲れちゃうし、なんか自分が本当になんか好きなものがなんだかわからなくなってきちゃったりするんですよね。うん。なんか昔は自分で考えて自分で調べて自分で探すっていう状況だったんだけど、なんか今それをしないから考える力っていうのがなんかどんどん衰えてるような気がしてきてて、それってなんか人にとってプラスとかマイナスとか思ったりして、よく言いますよね。技術が進化すればするほど人間の能力が衰えていくから、人間が退化していってるっていう人もいますよね。確かにそうだなと思って、昔の人はもっと自分の力で行動して体を動かして何も情報がないから自分たちで考えて開発するっていう感じだったけど、今は何でもあるから別にそんな考えなくても生活できるしみたいな、電車もあるしみたいな、体動かさなくても全然平気っていう生活じゃん。ね、なんかどっちが人間的に幸せだったのかなとか、考え出したらキリがないんですけど、皆さんはどう思います？今の情報社会。ちょっと今猫ちゃんが暴れてますけれどもはい。なんか最近ちょっとね、そういうのに疲れた自分がいるかな。うーん
ね、まあ私はね、もちろん SNS とか使って仕事してるので、SNS ありがとうって感じだし、SNS とかがなかったら皆さんにも出会えてなかったんだけど、まあでも、なんかこう、どうなんだろうねみたいな気持ちになるんですよね。なんかこう、情報がありすぎて、なんだろうね。なんか強制的にこう入ってくるのがすごい疲れちゃうんだよね。まあ例えば私最近、なんだろう、私はなんかアニメを見たりとか映画を見たりするのが好きなんですよ。そう。でも最近全然見る元気がなくて、っていうのもそのまあコンテンツって溢れてるじゃないですか今。なんかありすぎて、ネットフリックスとかアマゾンプライムとか YouTube とか、まあいろんなものがありすぎて逆に見なくなったんですよね。そういう人いませんか？ね。なんか便利になったはずなのに、あれみたいな。幸せじゃん、その方がって。情報がいっぱいあって、コンテンツが選び放題の方が幸せなはずなのに、なんか物足りない自分がいて、うん。とか、まあ、YouTube とか TikTok とかそういう、まあ TikTok 私やってないけど、そのインスタとか見てるとさ、このドラマが面白い、この映画面白い、このアニメが面白いとか、これを見ろとか、これが面白くないとか、なんかその他の人の意見がまるでみんなの意見かのように情報で入ってくるじゃないですか。これがいいとか、例えばアニメが好きだったらこれを見なきゃいけないとか、今流行ってるものはこれだみたいな。とかガン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 入ってきて、でも私は私のペースで見たいし、私が好きなものを選びたいし、なんかこう他の人の意見とか関係なく自分が好きなものを追求したいのに、なんかこう邪魔されてる感じがすごいするんですよ。なんかわがままかもしれない、私は。そんな意見気にしなきゃいいじゃんとか、SNS なんて見なきゃいいじゃんって話なんですよ。そりゃそう。でもなんかもう SNS から離れる生活はなんかできなくなっちゃってる気がして、うん。なんか友達と話しててもやっぱり、そういう情報を知ってないと、なんかこう、まあ話が一緒に進まないわけじゃないけど、なんかこう、ネットの情報、SNS の情報ありきで今の人生、皆さんの人生は進んでるじゃないですか。だからこう、なんか、わかりますか？この息苦しさみたいな部分が私はすごい最近感じていて、なんか、なんかこういう本当に人間にとって幸せなのかな、みたいなことを考えますね。うん。皆さんどう思いますか？ SNS が普及してネット社会になって情報社会になって皆さんの幸福度、幸せ度は上がっていますか？実際に。いやもちろんまあプラスの面もいっぱいあるんだよね。情報が何でも知れるって、なんか昔の人はやっぱ何でも知れなかったしわからないことばっかりだったけど、今は何でもできるチャンスがあって、その何でもできるじゃん今って本当に。うん。だし仕事とか、まあ、私みたいな感じで仕事で SNS とかそういうネットを使って仕事の幅がバッて広がったりとか、世界中の人と簡単につながれるし世界の情報が知れるしとか、なんかもうプラスのことももちろんいっぱいあるのは分かってるんだけど、本当にプラスなのか、本当にこの今の世界は幸せなのか、人間にとってプラスな世界なのかもうわけわかんなくなってきちゃって。で最近はその芸能人のまあ自殺っていうのも日本ではまあ増えていて、まあ、誹謗中傷、ネットの誹謗中傷とか、まあ、そういうのが原因で亡くなる人もいっぱいいるんですよね。うん、なんかどうなんだろうねっていう思います。皆さんどう思いますか？皆さんの幸せって何ですかね？もう最後にも言いますけど、別に私悩んでるわけじゃないし、心配しないで悩んでるわけじゃないんだけど、ただ単純に今の社会にすごく疑問を覚えるというか、なんかそう考える。なんか昔の方が良かったって思うのは年齢のせいなのか、それともこの社会のせいなのかわからないけど、まあできることならば、私は昔ね、高校生の時はすごい映画が大好きだったの。
アニメが好きになる前は映画が本当に大好きで毎日のように映画を見てたんだけど、その時はそういうネットとかなんていうの無料で見れるサービスってなかったから、その映像配信サービスみたいななかったから、毎日学校終わったらレンタルビデオショップに行って、なんか週に1本2本ぐらい映画を借りて、もうこれはよくわかんないけど面白いのかわかんないけどとりあえず借りて、面白いやつがあったら嬉しいとか、なんかつまんないやつがあってもそれもそれでなんかいい経験みたいな、それが楽しかった。なんかできればその時代に私は戻りたいなって思っちゃう。うん。皆さんはどう思いますかね。うん。本当にその SNS を使わなきゃいいじゃんっていうのは本当に思うんだけど、でも使わなきゃいいじゃんって簡単に済む世の中ではもうなくなってると思ってるんですよね。うん。使わなければならない。うん、だからSNS といい関係を自分で見つけていかなきゃいけないなってつくづく思います。はい。今日はそんな話でちょっとよくわかんない話、全然話まとまってなくて申し訳ないんですけど、とりあえず今日は、幸せってなんだっけっていうお話でした。はい、今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。はい。ちょっとね、インスタとかツイッター全然更新してなくて大変申し訳ないんですけれども、ちょっと今後の運用についてはちょっと今考えております。もしかしたらインスタ一つにするかも。今2つあるんだけど一つにするかもしれない。いろいろちょっと今考えてて、はい、皆さんご迷惑をおかけしますが、よろしければフォローの方お願いいたします。YouTube はねどんどん更新していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。あと、ペイトリオン、こちらのメンバーを募集しております。ペイトリオンでは、この今回のポッドキャストで出てきた言葉を説明してたりとかしていて、あとは、おやすみポッドキャストっていうもう一つの、ポッドキャストもやってますので、それがフルで聞けますので、ぜひチェックしてみてください。あと、シャドーイングコースと会話レッスンの学生も募集しております。はい。夏休みに入った方もいると思うので、夏休み暇だな、ちょっと日本語勉強したいな、みたいな人、ぜひ予約お待ちしております。はい。そんな感じでもう7月もね、終わるんですよ。びっくりすることに。8月に入ります。早い。ね。今年はなんか夏らしいことしたいなと思うけど、できるかな。はい。そんな感じで、また次回。さようなら。